トミーダンスのまゆです。社交ダンス一般愛好家がダンスや音楽雑談、旅行記のブログを声でお伝えしています。ほとんどは限定公開ですが、たまに一般公開し、ダンス、音楽、旅行でつながれる方がいらしたら幸いです。今回の投稿は2020年7月1日目、高津ガーデン。新大阪から地下鉄乗り換えてすぐの場所。地下2階にあるけど窓の開くホールで換気されており安心でした。入って早々女性から声をかけられ、お話が弾み、初めての場所は緊張するものですが、いつも通りの眉に戻れました。主催の方がレクチャーもしており、あの方は先生ですかって聞くと、そうなんだけどあんまりうまくないのよなんて笑わせてくれます。どこで練習しているのと聞かれ、言いづらかったけど他県でと伝えても、顔をしかめる方は誰もいませんでした。どこで習ってるのとか質問攻めで困りましたが、サークルの先生ですと答えると、良い先生なんだね、踊りやすい、まだ帰らんどいて、来てよかったと思いました。大阪の街、ファミマなど同じコンビニが近いところにあるから見たことある景色になってしまい、なかなか宿泊先に戻れず、泣きそうになりながらワインを飲んでご機嫌になり、懲りずにまた出かけていくのです。2日目、セレスホール。2階は教室、3階はパーティーホールになっており、2階でレッスンをしていた。階段を上がる壁には歴代チャンピオン写真が貼ってあり、すごい人たちが集まっているのかなと期待不安がよぎる。入ってみると至って普通でした。そしてなんと京都での顔見知りもいて、その方と踊っていればもう地元人みたいに、主催者もまゆさんってお呼びがあり、初めての場所という感じにはならずに済みました。ここでも奥様やパートナーさんがすっ飛んできて、主人またはリーダーと踊ってくれてありがとう、とってもゆったり踊れたと喜んでいたとか、いろいろ話しかけてくれました。普通そういうのってやっかむ気持ちがあると思うのだけど、わざわざそうやってコミュニケーション取ろうとする女性陣の器の大きさに驚きました。大阪の女性は寛大だ。そしてお笑いに見られるガツガツしたイメージを想像していたけど、男性は横浜と変わらずの紳士。男性は京都が楽しいかもと勝手な印象を感じました。3日目、東淀川スポーツセンター。大阪シティバスに乗って景観を楽しみ、淡路駅に近い大阪のスポーツセンターに来てみました。練習に最適と書いてありましたが、カップル練習場だった。別会場に移動しようか迷いましたが、新大阪付近まで来ておいて遠くへ行くのも面倒になり、見学することに。練習しているメンバーが教えるレベルのカップルばかりで、そのまた先生が指導に来るから勉強になるわよと、会場の方ともお話が弾み、いい音楽を聴き、2日間の疲れも癒し、一生懸命練習している姿は見ているだけでも楽しかったです。でも急に横浜のメンバーが恋しくなってきた。乗り遅れないように帰ろう。皆さんとつながれることを願っています。トミーダンスのまゆでした。